2022年9月16日から30日までの双子座さんのリーディングを行います。今回のリーディングはこちらの5つのカードデッキを通しましてメッセージを受け取ってまいります。それではシャッフルいたします。9月16日から30日までの双子座さんのリーディングを行います。まずこちらに熊のカードとジャッジメントが出ておりまして、前回のリーディングからつながっているんですが、目覚めて変容していく。そしてその変容とともに新しさがあなたに加わってくるんですが、こちらに新しさを表すカードが2枚出ておりまして、新しいお仕事のピンのカードと、新しい誰かがあなたの人生に加わってくるというカードを、この新しい登場人物があなたの人生に加わってくるというメッセージは、ここ数ヶ月続いていますので、その時、新しい人と出会い損ねた方も、もうすでに新しい登場人物が一人以上加わっている方も、この時さらに新しい人が加わってくる。お仕事で言うと、実際人が足りなくて大変な思いをされていた方もいるのかなって思うんですが、例えばお勤め先で欠員が出たのになかなか増員されなくって、あなたの負担ばかりが増えて大変な思いをしていたとか、この時期はこの新しいお仕事が加わってくる時期でもあるので、今までそれほど忙しくなかった方も、その新しいお仕事の始まりとともに忙しくなってくると思うんですが、その場合もこの新しい誰かが加わってくることによって、そのお仕事がスムーズに進んでいく。そして経営をされている方もいると思うんですけれども、この新しいお仕事に取り組んでいくためにも、あなたのお仕事を変革していくためにも、この今回新しく加わってくる人というのがキーパーソンになっていくと思います。とても優秀な人でもあると思うんですが、そのあなたのお仕事の風通しを良くしてくれるというか、それはご自身が経営されている場合も、どこかにお勤めの場合も、個人で一人でお仕事をされている場合もそうなんですが、この新しい人の登場によって、あなたの中で滞っていたエネルギーに新しい空気が酸素が入っていって、今まで眠らせていたような能力や魅力を発揮していける。こちらにペンタクルの4が2枚出ております。今回ペアになる意味合いが重なるカードが2枚ずつ出ているということで、この時もとてもエネルギーが強いと思うんですが、この蓄えていたあなたが隠し持っていたようなエネルギーが、この新しい人という新鮮な酸素が入ってくることによって、それがあなた自身をよりはっきりと目覚めさせて自己変容につながっていく。それで今回関わっていく新しいお仕事というのは、このペンタクルの4が2枚出ているということもあるので、今まであなたが蓄えてきた知識や経験が役に立っていく。全く経験したことがないような新しいタイプのお仕事だったとしても、あなたの中のどこかの引き出しに
直接役に立つものが眠っている。それに自分では気づかないというような場合でも、この新しい人というのが、その引き出しを開けてくれたりとか、あなたに眠っていた能力を気づかせてくれる。あとは、このペンタクルの4が2枚出ているというのがとても気になるので、プライベートでもお仕事でも現状維持を貫いていた方がいるのかなって思うんですが、それはご自身の意思で貫いていた場合もあれば、お仕事場の環境で、先ほど申し上げたように、欠員が出たのになかなか増員がされなかったというように、現状維持を強いられていた方もいると思うんですが、この時は、この新しく人が加わってくることによって、その頑くなな現状維持というのが、とても良い方向に変容していく。なので、プライベートでも、毎日会う人が限られているとか、友達が少ない、もしくはいない、恋人がいないという状況に慣れすぎていて、一人の時間が多かった、もしくは人生に生活に変化が少なかったというような方も、この時あなたの人生に新たな登場人物が加わってくることによって、この現状維持の状況に変化が起きる、とても良い新鮮な空気が、風が入ってくる。この新しい登場人物という風が入ってくることによって、あなたが眠らせていた能力や魅力が燃焼し始めていって、とても良い循環で巡っていって、あなた自身が新しいあなたに変容していく。それで、ここ数ヶ月、常に新しい人との出会いが毎月のようにあった方もいれば、この時まで全然なかったという方もいるかもしれないんですが、全然出会いのチャンスがなかったという方の場合は、この堅くなさが原因という感じもしていて、でもこの時、出会っていく人、あなたから出会いに行くというよりも、この人があなたを見つけるという感じがするんですが、この方が新しい恋のお相手になっていく方の場合は、この方と出会うことによって、あなたが眠らせていたような恋のエネルギー、恋の炎が一気に燃え上がっていく。あと、今までお仕事をされていなかった方が、新しいお仕事を始めていく場合もあると思うんですが、その場合は、その職場で出会っていく人が、この新しい人になると思うんですけれども、この方があなたが眠らせていた能力を発揮していくきっかけになっていく。その人が刺激になったり、その人が引き出してくれたり、あなたの能力に合う仕事を次々と任せてくれたりとか、恋愛でもお仕事でもとても良い出会いが用意されていると思いますし、あと、今までしてきた趣味を通して、新しいお友達と出会う方もいると思うんですが、特に長年その趣味を続けていて、最近行き詰まっていた方の場合は、この新しいお友達の存在が、現状を打開していくためのカンフル剤になっていくと思います。そして今まで溜め込んでいたもの、今までしてきた経験や積み重ねてきた知識というものが、この時大いに役に立っていくという感じがするので、その今まで積み上げてきたものの中には、その時は合わなくて、いろいろな原因があったりして、うまくいかなかったものも含まれていると思うので、なので過去失敗したこと、お蔵入りになった企画とか、その時はうまくいかなかったようなことが、この時新しさとして復活してくる場合もあると思います。そしてその時はダメだったものが、この時復活するというのは、恋愛の場合も言えて、この時復縁する方もいるかもしれないんですが、その場合は、昔付き合っていた人が、新しい人としてあなたの人生に加わってくる。それはその時とあなた自身も変わっているということでもあって、お互い元彼元カノ同士であっても、とてもフレッシュな気持ちで新しい恋が始まっていくんじゃないかなって思います。
そしてこの溜め込んでいた、滞っていたエネルギーや能力、魅力というものがスムーズに循環していくことによって、出会うべき人に出会うべきお仕事に出会っていくことによって、ちょうど実りの秋のシーズンですが、あなた自身も収穫の時を迎える。ただ眠らせていただけなので、それに気づいて、空気を入れて燃焼させて巡りを良くして、使うだけでよかったというふうに言われていまして、この巡りを良くして、溜め込んでいたものを使うだけで、豊かな実りを受け取っていく。あと、この時というのは、溜め込んでいたものを使うというのが一番の脱起アクションですので、溜め込むことから脱却できる、お引っ越しをする、もしくはその検討を始めるのにも、とても良い時だと思います。目覚めているからこそ、変容が始まっているからこそ、自分がどの環境にいるべきかというのがよく見える。その環境というのは、お引っ越しも含めた住まいの環境、あとはお仕事でもプライベートでも人間関係、もっと人と関わる、もっと新しい人と知り合っていくというのが開運ポイントになると思いますし、あなたの魅力を、能力を自然と引き出してくれる人に出会える時ですので、あなたの人生の登場人物をさらに増やしていただいて、より魅力的に変容して、豊かな実りを刈り取っていただきたいなと思いました。それでは9月16日から30日までの双子座さんのリーディング以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。